星野シャナのスターライトラジオ。こんばんは、星野シャナです。今回はですね、B 動詞のお話です。ね、ちょっと B 動詞は何とか言わないでね。そう、B 動詞っていうのは英語の文法のお話ですね。別に教育チャンネルじゃないんですけど、そう、B 動詞を意外と、仲良くできてない人多いなって思ったの。そう、私結構英語嫌いじゃない方だからさ、B 動詞のせいで嫌われてるの悲しくって。だからちょっと喋ろうかなというふうに思います。始まりも明確じゃないし、終わる点も決まってません。だから説明っていうよりかは雑談ぐらいで聞いてください。わかりやすい順番で喋ったりできないんで、はい、お願いします。でね、じゃあきっかけから話すか。B 動詞を使った文章って結構多いじゃないですか。でI am fine とかの am の部分とかね、あいつが B 動詞なんだけど、他にもいっぱい出てくる場面があるにもかかわらず、ちょっと説明がね、学校側であんまり足りてないなっていうふうに思ったの。例えばさ、be interested in とかよく使うじゃん。そう、あいつをね、使うってなった時に、時々見かけるのが、そう知り合いの子とかにね、教えてたりすることが何回かあったんだけど、例えば、私はなんちゃらに興味がありますっていう文章を作ってくださいって言われた時に、I be interested in ってなっちゃう子がいるのね。そう。be interested in の B が理解されていないなって思う瞬間なのよ、そこが。そう。皆さんに通じてるこれ。be interested in っていう表現使ってね。はいって言うと、I be interested in になっちゃう人がいるのよ。いや、これはやばいなと思って。そう、頑張って教えたりするんだけど、なんかそういう感じになっちゃうタイプの人は、ちょっと話聞いてほしいかも。そう。流し聞きでいいんで、ぜひ聞いてください。英語の問題を解く上での個人的な解釈をお話します。そう、個人的な解釈ね。多分文法一応ちゃんとやってきたんだけど、義務教育としては。ただその先生が教えてくれない話とか、先生が雑談がてら喋った話とか、あと私の頭の中でこういう風に解釈すればそのやり方は納得できるかもしれんみたいなのが混ざってるのが今の私の英語の体系なので、多分完全に教科書通りとはいかないんだけど、なんとなく私が英語に触れる上で気にしている部分とかを個人的な解釈としてお話します。なので参考書には載ってないと思います。その辺を把握した上で聞いてください。でですね、B 動詞。B って言ってるじゃん。B っていう動詞なのよ、こいつ。伝わる？そう、B 動詞って B っていう動詞なのね。そのままなんだけど。そう。で、B っていう動詞ってことは、原型が B ってだけなのね。そう。だから常に B じゃないのよ。動詞だからこいつ動くはずだしね。あ、そう。で、ちょっと言っとくと、たまにね、英語やってると、主語と動詞が必ず一つずつ入らなきゃいけません。動詞2つ入るのは基本的にはダメですよみたいなお話があったりするんだけど、先生動詞わかんないよみたいなことを言ってる人がいるのね。ごめん、違う。煽りたいわけじゃない。そう。ただ、動詞がわからないのは多分それ日本語の問題じゃないかなって私思うよ。そう。日本語の文法ってね、なかなかやる機会がないとは思うのよ。高校生になるとずっとね、漢文、古文やって、小論文やってみたいな感じになっちゃうから、ちょっと現代文法と離れちゃってるなって感じがするんだけど、動詞っていうのは文法上の概念だから、それはもちろん日本語にも存在するのよ。そう、じゃあ動詞は何かっていうと、あれね、日本語のうだんで終わるやつです。うで終わるやつ。だから、勉強するとかもうで終わりじゃん。あと、走る、書く、泳ぐみたいな。あいつら全部動詞なのよ。そう。で、それを英語に直したやつ。例えば、ライトとかスイムとかスタディとか、あいつらが動詞になるわけですね。そう、だから、英語っていう括りの中で動詞を探そうとするとすごく大変なんだけど、日本語の動詞が分かってれば、英語の動詞を探るのってそんなに難しいことじゃないと思うのね。だから、英語の動詞が分かんないよっていう人は、まず、日本語の意味としてうになってるかっていうのを確認すべきだと思う、私は。そう。で、それをするために何が必要かっていうと単語の知識なんだよね、きっと。そう。だって、訳せないとさ、動詞かどうかが判断できないから。いや、もちろんね、他にも判断基準はあるんだよ。
例えば変形してるやつが動詞なわけだから ED とか S ついてたら動詞だとか、あとは TION ションって呼ばれるやつですね、後ろのあいつらがついてると名詞だとか SIVE がついてるとなんちゃらだみたいなのあるんだけど、その辺ってややこしいから多分覚えられないと思うのよ。だから一番平坦な基準として日本語のうだんで終わるやつが動詞っていう風に考えてほしいの。そうっていうのを踏まえての B 動詞なんですよ。そうなのよ。これがね分かってないと厳しいと思う。そう動詞っていうくくりがあって、今喋ってたうだんで終わるって言ってたのが一般動詞って呼ばれるやつなのね。そう走る、書く、歩く、泳ぐみたいな日本語のうだんで終わるやつは一般動詞っていう動詞なの。そう動詞のグループの中の一般動詞で、今回お話しする B 動詞が何かっていうと、その一般動詞では補いきれない場所を補うものなのね。そうこっからは個人的な解釈だからちょっと教科書的じゃなかったらごめんね。そうで、じゃあ一般動詞で補えない範囲って何なのかっていうと、形容詞とか名詞とかの範囲だと思うのね。そう英語の一番大事なルールとして主語と動詞、誰がどうしたっていうのが入ってなきゃいけないのよ。そうで普通の文章だったら私走る、I run みたいな感じで主語と動詞を立てられるんだけど、そうビューティフルとかにしようか。私は美しい、 I beautiful だと私が主語で、ビューティフル美しいは形容詞なので、この文章って動詞が存在しないのね。そうでも動詞が存在しないってなると、そもそも英語の文章の基本のルールに反しちゃうわけよ。伝わるかな。そう I beautiful は主語形容詞だから今動詞が存在しない。で英語はでも動詞がなきゃいけないってなった時にどうするかっていうのが多分 B 動詞なのね。そうそこに B 動詞を入れてあげると、一応動詞は存在するけど意味的には私は美しいでちゃんと成立するよねっていう感じだと思う。そうなので一般動詞が出てこない時に役に立つのが B 動詞っていう認識だと思います。そうだから B 動詞単体にどんな意味があるのって言われるとちょっと難しいんだけどね。日本語の私は美しいのこの間のはっていう文字ですね、和になっちゃうよっていうのは多分今の理屈なんだと思う。そう I beautiful だと主語と形容詞しかない。で間に動詞を入れるために B 動詞がやってくるんだけど、こいつの役割本来いない、日本語の文章の位置にはいないから、教科書とかで無理やりなんちゃら和の和が B 動詞なんだよって言われがちなんだと思います。どうだろう、これ伝わってるかなっていうのが個人的な解釈です。そうなのよ。でここから B 動詞の変形の話しようかな。そう冒頭に喋った be interested in を使うときに I be interested in ってなっちゃうやつね。ちょっと噛んだねそうでじゃあ B 動詞ってどういう風に変わるのっていうお話を今からします。何がいいかな。いい単語が見つからないのでとりあえずスタディでいいか。 B 動詞の B と勉強するって意味のスタディをね比べてみようと思うので、原型っていうのが元の形なので B 動詞の場合は B であれだね、勉強するの時はスタディそのままになります。でこいつの現在形っていうのがじゃあ何って話になるんだけど、 B 動詞の現在形は is, am, are の3つです。そう原型が B で、そこから is, am, are っていう現在形が3つできてる感じです。伝わるかな。そうでじゃあスタディの方の現在形は何っていうと、これスタディだって思いがちじゃんいや知らないけど、そうスタディの現在形はスタディって思いきや、実はこれとは別に三人称単数形っていうものが存在するんですね。主語が he とか she とか it とかになるやつ。そうあいつの時の場合現在形は studies S がつくんですよ。そうだから原型はスタディなんだけど、現在形はスタディとスタディーズっていう2種類に分かれてるっていう状態です。でこれを過去形にするとどうなるかっていうのが B 動詞はあるよ。were と was ね。そう was は一つのもの、were はたくさんのもので区別します。2パターンになる。でスタディの場合はスタディードっていう風にed つけるやつね、y を i に変えて ed につけるっていう変形が発生します。で過去分詞形は何ってなると、あれだよ、 B 動詞の元の形が急にここで主張を始めるんだけど being っていうのが出てくるのよね。そう
で、スタディの場合は、ちょっと不規則変化じゃないから分かりにくいと思うんだけど、y を i に変えて ed にする、スタディードっていう過去形と同じやつが並ぶっていう感じになっています。そう、伝わってるといいんだけどさ、だから原型と現在形ってそもそも違うものなのよね。結構多分ここごっちゃになってる子が多いと思うんだけど、原型っていうのはあくまで元の単語の状態。で、現在形は今の話をするときに何を使うかってことなのね。だから原型は be、現在形が、am, is, are ってことは、be interested in の be はあくまで、元の形はこれだから、主語に応じて変形してねっていう意味での原型の be が置いてあるだけなのね。そう。だから、主語、じゃあ I にして使ってみてってなった時に I be interested in になるのは間違ってるよっていう感じになります。そう。じゃあどうするのっていうと be を現在形に直さなきゃいけないので主語 I に合わせた am I am interested in にしなきゃいけないっていう流れなのかなっていうふうに思う。そうだから英語の動詞の変形を考えるときにどうしてもね、現在形、過去形、過去分詞形って覚えたくなるんだけど、まず根本として原型がいるっていう概念が入ると多分 B は分かりやすくなると思う。そう。B が原型。で、現在形が is, am, are。そうなのよ。ここの差がね、分からないとね、多分突然 be interested in とか言われても困るんよね。先生ってさ、B 動詞 B 動詞散々言うけど、その例文で B が出てきた瞬間に、こいつ B 動詞だよってあんまり言ってくれなくない？私は言われたことない気がするんだけど、そう、B って出てきてんだからわかるやろみたいな感じで流されがちな気がするんだけど、あくまで例文で出てくる B っていうのは、こいつ原型だから後で主語に合わせて変形しといてねっていう意味での原型の B なので、そうなんですよ。そのまま使えないんですね。っていうのをみんなに知らせたかった。いや、これ、英語のね、解釈ってすごく大事だと思うの。そう。もちろんね、個人的な解釈だから、公的にはね、間違ってる可能性もあるんだよ。あるんだけど、答えにはたどり着けるのね、これで。そう。だから、私的にはこう考えると納得して解けるなって思う方法を今お話ししてるっていう感じです。そう、勉強する上でやっぱ納得ってすごく大事なことだと思うのね。で、英語ってやっぱり日本語とは文法が違うから、そんなのわからんわって投げ出したくもなるんだけど、意外と紆余曲折考えてみると、そう、いろんな寄り道すると納得できないではないのよ。そう、だからみんなに納得できる方法を探してほしいなっていうふうに思いました。いやー、どうなんだろうね。もし同じように悩んでる人がいたら、こういう考え方もあるんだなっていうふうに参考にしてほしいと思うんだけど、でも視聴者層似た感じだと私とほぼ同年代だからもう英語を勉強の時期は終わっちゃってるかもね。そう、ぜひ高校生ぐらいの方に見てほしかったな。そう。って感じで B 動詞のお話をしています。いや、B 動詞ね。B 動詞が動詞っていうのは意外と知られていない事実なのかもしれないわ。そう、動詞ってつくからにあいつ動くからね。そう、B が動いた結果、am と is と are に変形してるっていうのをね、すごく知ってほしいです。そうな。あとなんか付け足しとくことあったかな？一般動詞と B 動詞どっちか1個選ぶみたいなルールがあるよっていう話をしたんですが、選ばない違う。どっちも使う方法っていうのが特殊原則で出てくるやつですね。そう、基本は英語は主語と動詞。そう、これが鉄板なのよ。そう、主語と動詞さえあればどうにかなるみたいなところがあるんだけど、そう、主語と動詞で動詞の中に一般動詞と B 動詞があってどっちか選ぶよっていうのが基本ルールなんですが、 B 動詞と一般動詞を使う別ルートっていうのがあれです。いわゆる現在進行形とか受動体とかです。そう、あいつらはね、B 動詞と動詞をB 動詞と一般動詞をセットで使いましょうっていうやつらなので、あいつらは特殊編ですね。基本は主語と動詞1個ずつです。で、そうね、似てる感じとしては、あれかな、ざっと説とかもそれに入るのかな。そう、あいつらざっとで一回文章が区切れるから、なんていうんだろう、正式な一文を見たときに主語2個、動詞2個とか出てきてたりするんだけど、そう、あいつは、合法チートというかざっとがあったらそこに一回フラグが立つのよ。フラグ？壁？そう。区切りができるの。そう。だから、私はなんちゃらしました、なんちゃらなことをっていう文章を作るときに多分ざっととかを使うと思うんだけど、あいつは一文の中に、
主語動詞が2つずつ入ってるわけではなくて、that を置くことによって2つの文章を無理やりつなげましたみたいな感じ多分なってるんよね。そう、that の壁が強すぎるの。そうだから that の前で主語1動詞1、that の後ろで主語1動詞1ならセーフっていうくだりになってるのよね。だから that って万能なんですよ。あいつがいると一文がすごい長くなるので、英語喋った感じになります。単純にかっこいいって話ね。そう。なので that はね、使えると強いよ。で、それ系で言うとあれだね。関係代名詞とかもそういう感じになるかも。あいつらもさ、Who plays the piano みたいな感じで言ったりするかもしれないんだけど、あれは別に一文の中に主語1の動詞2が入ってるわけじゃなくて、その Who の関係代名詞の位置に壁がまた生えてるのね。そう。なので、壁の Who の前で主語1動詞1、Who の後ろで動詞1が入ってるっていう状態なのよ。そうで、もしね、すごく頭が回る方がいたら、ここで後ろの文章に主語いないからこれダメなんじゃねってなるかもしれないんですが、なんとね、このWhoが仮主語っていうやつになるんですよ。そう。だから、前半の文章の主語1動詞1があって、Whoは壁の役割をしつつ、兼任で主語2を担当しているっていう状態になるんですね。すごいよね。あいつらの影響力マジパないと思う。っていう感じで解釈すると、一応原則としては主語1動詞1じゃないといけないよっていうルールが見えてくるんじゃないかなというふうに思います。そう、このルールが見えてくると何がいいのかっていうとね、単純に文章を作る時の支えになるっていうのはあるんだけど、それプラスで書き直し系の問題あるじゃないですか。間違いを探しなさいとか、そう、間違ってる場所を書き直しなさいであったり、あとは間違ってる文章を選びなさいみたいな感じの正誤問題って言ったらいいのかな。そう、あの辺の問題結構苦手だなっていう風に感じちゃう人が多いらしいんだけど、まずそこに立ち返ってみると結構すぐに×つけられるものとかって多いのよ。そうそうそう。to は壁にはなれないから後ろに主語が入ってるのはおかしいとか、そう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 、意外とね、そう、主語1動詞1の原則ってあんまり学校では強く言われないと思うんだけど、あいつを知ってるとね、世界が変わると思う。言い過ぎかな。そう、でも主語1動詞1の原則ってすっごい大事なものなのに、あんまり言ってくれないのよ、学校で。多分私の感覚としてはね、もしかしたらすごいいい先生だって言ってくれてるかもしれないけど、そう、主語1動詞1っていう原則があっての文法、英語なんだなっていうふうに思うと、多分ちょっと考えやすくなると思うので、そう、ちょっとそれを踏まえたね、B 動詞のお話をしてみました。ごめんね、脱線ばっかだし、すごいダラダラ喋って、私自分で気づいてないかもしれないけど、結構早口になってる可能性があるので、聞きにくかったかもしれないんですが、ぜひ聞いた方はね、それを踏まえてもう一回英語に取り組んでいただけるといいんじゃないかなというふうに思います。何歳でもね、勉強するのに遅いということはないので、もしね、英語をこれからやりたいっていう方がいたら、私は一生懸命応援したいなというふうに思います。なので、私のことは嫌いになっても英語は嫌いにならないでください。英語が分かると世界が広がるので、そこのとこだけお願いします。はい。じゃあこんな感じで話したいことは話せたので終わっていこうかなというふうに思います。ご視聴いただきありがとうございました。お相手は星野シャナでした。おやすみなさい。